ちらに今日のメニューのご案内になっておりまして、で今日は主に亀の子、もも肉を使った、部位でちょっとご用意した内容になっております。では最初にちょっとその熊本の和王を使った2種類の網酢ですね、ご用意をしておりまして、手前はもうシンプルに牛肉で作りましたコンソメのスープでこちらご用意をしております。で、真ん中の器にはその和王のその亀の子、こちらを低温でゆっくり火を入れたものをこうタルタルにして、上にはキャビアを添えてご用意した牛のタルタルのタルト仕立てでこちらご用意をしております。コンソメシンプルにローストするっていう方が意外と少ないかもしれないですよね。今日の和王とかどんな感じで来るのかすごい楽しみです。逆にどうなんだろうみたいな。そうですね、私も知ってるんですけど今言うとあれですね前で言いませんけどではこちらですね、2種類の、こちらフィンガーフードですけども、静岡県のしらすと、シブレット、西洋朝月を練り込んだケープサレの上に、静岡県の釜揚げしらすと西洋わさびのクリームをこうあえたものをそのケープサレの上に添えてご用意をしております。であともう一つの流木のような器の上にはパテ・ド・カンパーニュ、こちらを薄焼きの生地でサンドしてご用意したお料理となっております。こちらそれぞれ手でお取りいただいてお召し上がりくださいませ。これも古典。結構しらす好きなんですか、シェフは。前回もしらすって言ってたからなんかあんのかなと思ってでも今回は静岡のしらすですよね。さあ前回は山里さんっていう、今実はこの日本橋エリアで静岡食堂っていうのをやっているんですよ。この東海道の起点になるその日本橋とその静岡の県ですね、コラボみたいにして日本橋のエリアで静岡の食材を使ってというのをちょっとやっているんですよ。ちょこちょこ静岡の出てきます。はい、ではこちらが薄葉はぎのお料理なんですけども、今日は横須賀の長井漁港で神経締めの達人で長谷川さんという、方がいらっしゃいますが、その長谷川さんが神経締めにした薄葉はぎのお料理で。うまいな。わざとどっしりしてるソース。フィンガーライムすごい。ね、フィンガーライム一つもかむとパーンとかじくだね。旨味、甘さ、酸味。食感。綺麗。これのバランスじゃね。どうのたくまさがある。エビで作りましたビスクのソース、ちょっと濃厚な酢をからめて、キノコの香りまで。それをこう春巻きに包んで、マッシュルームパリパリに結構香りがあるのでチーズはなしで仕上げて、美味しい。もう全然フレンチ楽しかったじゃない。あら、意外なにカニなんですが春巻きでございまして、今日は兵庫県の、日本海側にあります霞港のブランドの、ズワイガニでございますが、その、ズワイガニとエビで作ったビスクのソースをカニの身と合わせて、それをこう春巻きで包んでこうパリパリに焼き上げて、でチーズでコンペのチーズをちょっとアクセントに合わせてこちらご用意をしております。こちらお熱いんですけども手でお取りいただいて、こういう気遣いでいいですねこれ。チーズコンテチーズめっちゃいいわ。カニこれめっちゃうまい。グラタンみたい。グラタンみたい。言うなればグラタンだよね。これめっちゃうまい。香りもすごいいいね。なんか春巻きってフォークとナイフで食わせる店多い、イメージですごい食いづらいなと思ったんですけど、この食べさせ方すごいいいですね。なんかこうするとぐちゃぐちゃになるのと飛び出してしまうんですよね。この前、
私とシェフとあともう一人スタッフと食べに行った時みんな手で食べてましたね。そうですよねちょっとこう手で食べた方がいいかなっていうのでちょっとこういう。でもなんかすごいと思いました。ありがとうございます。食べ手の立場に立ってね。中にね合うのって思ったけど合うのなんかもったりもったりしそうな感じではあるけど、どちらかというと和菓子的な感じなんで、いぶりがっこの塩味、これ、めっちゃうまいね。美味しい、すごく美味しいよ。このフレンチトースト自体もうまいもんね。栗といぶりがっこって組み合わせて多分ないと思うんですよね。初めて見ましたよ、こんな。いや、すごいですね。さすが。ありがとうございます。すごい。この前宮崎シェフの動画を見まして、実はちょっと前に言ったら、実はIKKOさんこの前来てたけど充電切れになっちゃっていう話を宮崎さんから聞いてて、取り直しなんですよ、あの回実は。宮島とサービスでこうしたアマラントスがオープンする前うちでちょっと手伝ってくれたんですよ。そうなんですね。なんかすごいですね、その辺の横のつながりみたいなの。その前のオグデジェルっていうね、オグデジェルの。で、そうオープンの時松本が2番で宮崎シェフがその下。すごいっすね。でメルベイがオープンした時にパティシエで宮島がいたんですよ。で白くっていうのはそこで研修に1ヶ月か1ヶ月半ぐらいですかね、学生で来てたんですよ。いやでも彼のおかげでこういろいろ紹介してもらってるんで。いやそうですよね。うちもね、宮崎シェフとかっこいいなって思って。いやあれ僕の編集の腕がうまいじゃないですか。多分そうだ。今日は神津島の金目鯛をご用意をしておりますが、耐熱のフィルムの片旗で包んでいますので、ちょっとまずこちらをカットしますので。めっちゃいいですね。で、こちらはその神津島の、金目鯛で、あと長谷川さん漁師魚屋さんの長谷川さんが取ったクレソン、野生のクレソンで、あと静岡駿河湾の桜エビやあと、グリーンオリーブ、焼きナスで、そこに、鯛のお出汁とあと香草バターを加えてこの耐熱のオイルのカルタ旗で包んで蒸し焼き状にしてご用意したお料理になっております。クレソンってこれですよね。はい。長谷川さんクレソンもそうですか。なんか山に行って山菜とかを結構取ったりお魚に合わせて、清澄白河の中村食料さんのカンパーニュのパンで水分量が多いもちもちとしたパンをこのお魚に合わせてご用意をしております。ありがとうございます。だいぶ消えましたよね。香りと一緒に味わうっていうのはね、いいよね。トマトがめちゃくちゃ美味しい。もう本当だ、もうすんごいもちもちやん。あのパンめっちゃ好き。仕上がってるな。こちら、うわどんな状態かよく分かっていませんが、じゃあちょっとお願いしますね。うわすごいな。こちらはですね、そのプレミアム牛の和をですね、亀の子を塊でローストにして、で、お米の藁でちょっとこう瞬間燻製にして、ド直球できましたね。そうですね。
まあやっぱ牛肉は焼いたのが一番美味しいという余計なことせずに、はい、こちらをちょっとではこちらは先ほどの和王で3時間かけてこうローストしているそうです。でソースには、お肉の肉汁やポートワイン、あとごぼうなどを加えたソースで、付け合わせにはタルトタタンをイメージしてタルト生地の上に、その紅玉のリンゴ、ツヤのあるものは、鹿の肉をすね肉を赤ワインで煮込んで、そうするとタルトタタンのように仕上げて、で下の白いソースは発酵クリームのソースで、こちらご用意いたしました一皿目のお肉料理ご用意をしております。なんだったら、お店ってる前に水飲まない。でその人もね、実はもうみんな辞めた牙にあったんですけど、それも牙なんだ。そうなんです。なんか重くならなすぎていいよ、このソース。下にカリフラワーのクリームを下に振って、でその上にすごいな。ちょっと2品目はちょっと軽い仕上がりにしてまして、これも亀の子ですけども、これも、ローストした後ちょっとグリエにして少しこう火を強めに入れてご用意しています。栃木の慶長大根ローストにして、で今旬のモンドールチーズで、あとちょっとフランスの初物の黒トリュフなど合わせて、でソースはちょっとこうさっぱりとした仕上がりで、カラマンシービネガーと塩レモンを使ったソースでちょっとご用意いたしましたお肉でご用意をしております。いいですね、これね、香りも。ローストした後ブリエス。さっぱりしてる。だいぶ。これは美味しい。これもバランスだよね、これ。そうだよね。こんでるからなんかここに来ての牛肉って結構重くなりがちですけどね、バッチリでしたね。ありがとうございます。なんかしっかりフレンチ。ありがとうございます。実は今すごいお肉ね説明しましたけど、私食べたことないんですけどぜひ召し上がって結構ねプレミアムな牛なので美味しかったです。美味しかった。デザートが2つ出てまいります。1つ目ラッタンそば茶とブランデの塩のデザートでございます。美味しいねこれ。甘みと栗の甘みがではこちらですね、まさか登場でございます。当店オリジナルのペノコの山でございます。今回のペノコの山と今日はポルチーニのクリーム、これをチョコレートでコーティングをして、下のクッキーの部分もポルチーニのパウダーで作ったペノコの山でございます。ポルチーニの山。はい、ポルチーニの山ですね。で木と葉っぱは本物でございます。はい。で下はですね、今日朝三越さんの裏で拾ってきた日本橋の土でございます。三越さんの土ね、見た目が綺麗で食べれそうに見えるんですけども、土はお召し上がりいただくことはできませんので、くれぐれもお気をつけください。最初チョコだけど、チョコ、ポルチーニ。
でこちらはアールグレーのあ、はい。ムース紅茶。なんですね、そこに今日はせっかく日本橋まで来ていただきましたので、そうなんです今日ね朝取ってきた取りたての土なので取りたてだとすごくね美味しいらしくて、新鮮だとねチョコレートのような味わいがするそうです。なるほど。さすが三越なるほど。三越さんの、はい、ブランドすごいな。土なんですけども、取りたてなのでチョコレートのような味わいがしますので、そちらとご一緒にお楽しみくださいませ。土だと思ってた。30分ああ、なるほど。もう最高でした。お疲れ様です。元シェフって感じのコースのやつでしたね。最後までずっとうまい。本当ですか。ずっとうまい。田中から聞いた。あ、イタリアンですね。はい。すぐ後藤さんとちょっとライバルになっちゃうフレンチとイタリアンのイノベーティブみたいな感じなるほど。なので、ちょっとまた普通のイタリアンとはまたちょっと違うかもしれないですけど、行ってみたいな。ぜひ。はい、お邪魔します。That's why